はい、こんにちは、みぼうずです。今回のね、ライド5ですけど、こちら、RG500 ガンマですね。こちらを今回は取り上げたいと思います。国内仕様はね、64馬力だったんですけど、海外仕様はね、フルパワーの96馬力で販売されておりました。鈴木が誇るね、化け物2とレプリカなんですけど、これレプリカって言ってもいいのかどうかっていうか、もうコピーに近いようなねバイクなんですよね。そう、ホンダとヤマハではね、出すことができなかったようなとんでもバイクなんですけどね。はい、ってことでね、今日はこちら、鈴木 RG500 ですね。こちらをピックアップしたいと思います。それではよろしくお願いします。はい、今回のね、この RG500 ガンマなんですけど、さっきコピー品なんて言いましたけど、レプリカではなくて、どういったことかっていうと、81年、82年とね、WGP の方で2年連続チャンピオンを取ってるんですよ、鈴木の方が。で、そこで投入されてたのが RG ガンマ500っていうバイクなんですけどね、こちらの車体とね、ほぼほぼ一緒なんですよ。フレームの取り回しとかアルミフレームなところもそうだし、あとはエンジンのね、ボアとかストロークとかそういうのもね、全部同じなんですよね。だからもうほぼほぼね、 WGP で走ってたマシンをそのまま市販車に落とし込みましたっていう車体になってるんですよ。で、これって普通のことで考えると凄まじくありえないことなんですよ。どうしてかっていうと、レースなんていうのはそのメーカーのね、技術の最高峰を、注ぎ込んでるわけなんですよ。いわば企業秘密の塊みたいなもんなんですよね。だからほら F1 とかでもカウル開けて作業するときなんかは人の壁作ったりとかカバーかけたりして見えないようにするじゃないですか。そういう風な感じなんですけど、あとはね、全く同じにしないでレプリカにする理由としては、レースで求められる性能と市販車で求められる性能が、違うよっていうことなんですよね。要はレースなんかはサーキットの中だけでいかに速く走るためのバイクじゃないですか。だけど公道なんていうのはいろんな状況があるんで、それにも対応しなくちゃいけないっていうことだから、尖りすぎてたらダメなんですよね。当たり前ですよね。 F1 で通勤して楽かっつったら楽じゃないですからね。それと同じようなことですよね。で、あとは普通はそのレースの車両の開発陣と市販車の開発陣がだいたい違かったりするんで、だから市販車のね、開発陣がね、そのレーサーの開発陣にね、教えてくれって頼んだってだいたい教えてくんないんですよだけど、じゃあなんで鈴木がそれができたのかっつったら、鈴木の場合はね、その規模の問題なんですよね。このレーサーの開発陣も市販車の開発陣も同じ開発陣でやってたってことなので、そういうことも可能だったってわけなんですよね。で、このバイクのね、責任者になってる方が横内さんって方で、もう鈴木の開発の伝説的な人でね、いろいろね、伝説的なバイクのね、開発に携わってる方ですけどね、このバイクもその方が手掛けた1台っていうところですね。今となってはね、とんでもねえプレミア価格でとんでもねえ価格になってますけど、当時はね、こんな素晴らしい性能のバイクがなんと 500cc は75万円でね、発売されたんですよね。いや、どんだけ儲けがあったんだろうって思いますよね。何よりもそういうレーサーのね、ほぼほぼ同じ設計のエンジンとかフレームとかを量産体制を整えたっていうのがすごいですよね。でもいろいろね、ちゃんと市販車に落とし込むにあたりね、いろいろはやってはいるんでしょうけどね。で、その横内さんがね、このガンマを発売するにあたりインタビューで答えた記事があったんですけど、このね RG500 ガンマは、そのね、ガンマを愛してくれる人のために作ったチャンピオンマシンっていうことなので、チャンピオンマシンであることを自覚してね、大事に乗ってくれっていう風なね、コメントを出してたみたいですね。ほら、数年前ホンダで出した RC213V があるじゃないですか。あれもね、一応ホンダがね、公道で乗れる MotoGP マシンの、フルレプリカみたいな感じで発売しましたけど、あれの価格を考えてみてくださいよ。2000万超えてましたからね。だからこの
まあもう数十年前のバイクですけど、当時のねその同じような舞台である WGP のねチャンピオンマシンであるこのガンマが誰もがね手が届く価格である75万円で発売したっていうのがとんでもないですよね。ちなみにね400cc のバージョンも出してあるんですけど、そちらの方がね、まあ、65万円で発売されたってことで、まあ早話がね当時はやっぱりねその大型バイクを乗るのにはだいぶハードルが高かったので、中型免許ね教習所で取れる中型免許でも乗れる 400cc を出してもくれたっていうところなんでしょうね。じゃあこの85年当時鈴木がこの R500 ガンマを出した85年当時の WGP の成績はっていうと、残念ながらね鈴木はこの時はもう WGP から撤退していたんですよね。81年82年と連続チャンピオンを取って、まあこれからねどんどん戦闘力を増していっていたんですけど、83年いっぱいで撤退をしてしまいます。まあ理由としてはねよくある理由なんですけど、業績の悪化っていうところなんですよね。まあなんで鈴木の業績がそこまで悪化したのかっていうと、その責任はねホンダとヤマハにあったんですよね。まあ俗に言う HY 戦争なんて言われて、まあ最近でもねその経済学のよく教材なんかにも使われるような出来事だったみたいなんですけど、要はホンダとヤマハがねバイクをとりあえず薄利多売を始めたんですよね。まあきっかけはヤマハがねそのホンダを倒してバイクシェア1位を取るぞっていうのをホンダが迎え撃ったわけなんですけど、それでヤマハもホンダもね安くて大量のね小型バイクスクーターみたいなねファミリーバイクって言われるものを大量に作ってったんですよね。でそんなポン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 出すもんだから、鈴木とか他のメーカーね川崎とかも煽りを食って全然バイクが売れなくなったわけなんですよ。まあその結末はね結局全メーカー共倒れになりそうな勢いになってったんですよね。まあ最近でバイク以外の話で言うとテレビ業界がそれな感じだったですよね。一時期価格競争がやりすぎた行き過ぎた挙句全然ひどいことになっちゃったよ全体的にっていう業界自体が。はい、まあちょっと話はそれちゃいましたけどね。まあ要はそれでね業績が一気に鈴木が悪化したおかげで、そのやっぱりね先に切られるところはねそういうモータースポーツ関係からだいたいやっぱね予算カットされていくんですよね。だからそれでねもう撤退せざるを得ないっていうことで、まあ83年を最後に撤退してたんですけどね。だからその2年後に発売されたバイクっていうことでね、いやでも一回ね乗ってみたいですよね。結構ほら海外の動画とか見てると怖いですよね。ローで加速しだしてパワーバンド入った瞬間からフロントが浮くみたいなね、そんなフル加速の動画とか見てるけど、でも一回やっぱねそういうちょっとねツーストハイパワーツーストのフィーディングを味わってみたいですよね。今のような制御されたような暴力的な加速じゃないで、単純なねその荒々しい加速っていうのをね、まあそう味わってみたいかなって感じかな。はい、ってことでね過去に作った動画とねちょっとかぶってるかもしれないですけどね、今回はね以上になります。それでは最後までご視聴ありがとうございました。